こんにちは、こんばんは、グラシと申します。ご視聴ありがとうございます。こちらの動画は、出そうかなとは思ってたんですけど、このね、逆境浸透、読み方合ってますかね。逆境で、通じるかな。全部ね、取れてるんですけど、そのね、攻略動画を出そうかなと思ったんですけど、日付とかがね、毎月更新されるものなので、なんかね、ちょっと言いづらいんですよね。攻略動画出しましたみたいな。例えばね、6月に更新されたものなんですけど、7月にね、更新されたものを、ちょっと見ようと思ってね。で、解説、ね、逆境の解説やってるわと思って見たら、一月前のだったみたいなね、あり得るので、どうしようかなって思ってたんですよ。なので、パーティー決めというか、どういう風になんか選別してるというかね、なんかそっちの方面でちょっと、説明ができたらな、教えることが何かためになることが言えたらなと思って、ちょっと撮ることにいたしました。日付に関してはリセットまでね、時間書いておりますが、これはね、参考にならないと思うんで、日にちはね、見なくて大丈夫です。ではね、ちょっと進めながら解説していこうかなと思います。よかったらご覧ください。それでは進めます。まずね、左のね、残響の塔の方ですね。1、2、3。もう自分の中では、こんな感じで固定になりつつあります。使いたいね、星5、でもいいですし、整ってるね、星4でもいいですし、何でもいいかなと思いますが、ある程度ね、ハーモニーつけて、音階もね、育ててないと、時間がかかってしまうので、残り時間、150秒以上っていうのをね、守りたいので、で、2、もうこれはね、レベッカ配布で、もう全然もう、このキャラで大丈夫ですね。十分強いです。で、落ち武器なんですけど、ちょこちょこね、単発で引いてまして、狙ってまして、一応ゲットできました。その時は、逆刀を、この残響の、この今2、3クリアしてますけど、その時は、ない状態。で、星4武器の回避すると、4%とか攻撃力が上がるやつですね。で、一応ランク5になっているので、その武器は。なので8%上がりますね。で、3回避けると24%になるので、攻撃力が。それをつけてましたね。で、一応、クリダメとか、クリティカルは一応厳選してあって、クリティカル70とかは言ってましたね。多分、そのステータスを今、多分画面に出してるかなと思います。一応その予定です。で、次が、で、4番目ですね。でこちらね、ちょっとプレイ動画も一応入れてあるので、それをちょっとお見せしながらお話ししようかなと思います。まず、ボクレイがですね、一応、貫突は、してあります。ただ、音階レベルとかは育ててないです。スキルツリーですね。あれも、真ん中を上まで解放したぐらいで、あとはもうそんなには解放してない感じですね。で、通常攻撃からの共鳴スキル発動して長押し。で、続けて長押し。で、共鳴解放。これをしないと、全くね、ボクレイの力が全く使えてない状態ですので、まずこれを、守るようにしましょうって感じですね。で、最初、こちら、軌道漂白者。ボクレイのダメージがね、スタックして上がる効果が付与されるんですけど、それを食効果に変えるために、ね、軌道漂白者を使って、で、ここで今、電動のスタックされたものが腐食効果で3になっています。で、この時は、まだ軌道漂白者の収束スキルが発動していない状態ですので、3スタックまでですね。で、カルテジャに交換して、で、カルテジャは、持ち武器なしです。で、一応クリダメは270ぐらいかな。で、クリティカルが60ぐらいなんですけど、付与されたんで、一応70ラインには行ってますね。
で、体力が、一応4万以上はいってますね。HP にしてます。なので、4体ですね、HP ついてるのが。それがなぜ可能なのかっていうと、カルテジアの、武器が、クリティカルが上がる、常駐の武器をつけているので、クリティカルの方は、一応外してもいいかなと思って体力にしています。で、今これで、腐食効果がね、付与して、で、ちょっとカットしまして、これでね、発動して、共鳴解放を使って、これで今、共鳴スキルダメージが 50% アップする、条件が整いまして、で、起動漂白者出して、漂白者の、これで今、6スタック付与されましたね。で、これ今攻撃しながら移動して、この無情の詐欺とかは、一気に距離を離してくるので、それがちょっとね、めんどいなっていう感じで、なので今しょうがないなと思って、攻撃しながら、近づいたって感じですね。で、この攻撃って、共鳴スキルダメージ判定なんですよ。なので、国霊の共鳴スキルダメージアップも一応噛み合うって感じですね。横切りで、18000っていうのはなかなか入らないはずです。普通なら。で、ここで交代して、ここは状態変えなくても多分間に合ったですね。で、こんな感じで、間に合いました。このね、そんなね、1分以内に倒さなきゃとかっていうのは思わなくて大丈夫なんですね。で、次行きまして、で、次右ですね。こちらも、1回がアンコで、2回、3回がレベッカですね。で、こちらですね。U のね、短期で一応3個取ることができました。その動画もね、一応あるんですが、なぜ U の1体かと言いますと、バフキャラがですね、ショアキーパー持ってないです。ベリーナのみですね。モーニャもいないですし、あと星4の、ボクレイと、白紙、それぐらいですね。で、一応、関心は一応引けてるんですけど、育ててないので、共鳴解放のね、収束スキルのために入れてもいいんですが、やっぱね、ちょっとバフキャラを出すと、やっぱ時間がね、かかってしまう。失ってしまうので、ここは U の1体で、行くと決めて、なんとかね、行けました。その部分をね、ちょっと途中カットしておりますが、一応そちらも載せてあります。一応クリダメが270ぐらい。で、クリティカルが80ぐらいかな。なんですけど、ちぶき無凸の、U の無凸でやってますね。で、結構カットしちゃってまして、すぐ倒す目前に来ちゃうんですけど、満月状態使うときは、このドレイクが、隙があるときですね。反撃を受けない国。無凸なので、ダメージを食らってしまうとね、ひるんでしまうので、一凸してれば、キャンセルされることはないので、場所選ばずできるんですけど、ダメージもね、そこそこ痛いんですけど、耐えれるはずですね。で、時間ギリギリなんですけど、一応これで倒すことができます。66秒。一応間に合えばいいので、ちょっとね、戦力を残したいっていう場合は、こういうな感じで挑戦するのもありです。一応これでいけましたね。で、今度は真ん中ですね。で、一応こんな感じになってます。で、真ん中でどうしてもベリーナをやっぱ使いたいんですよ。で、こちらですね、本当は3、4で、チサ、ダーニャ、エイメスをね、3、4にしたかったんですよ。1、チサが使えないので、3、4でチサを使ってしまうので、僕レイ、起動漂白者、カルデジアか、ベリーナ、起動漂白者、ユーの1フロアをやる予定だったんですよ。2フロア目を、厳しいんですよね。そうなると。
1回目が、この軍勢なんですけど、戦闘を取ってあるので、再生しちゃいます。で、軍勢の敵なんですけど、こちらなんですけど、これがね、厄介で、これがめんどくさいですよね。で、僕レイだと、やっぱ踏みすぎちゃって、固まってしまうんですよ。離れればいいんですけど、硬すぎて、この軍勢が。意外とね、いけそうでね、間に合わない感じ、間に合わないんですよ。なので、示唆にして、やってみた感じですね。で、示唆で、削りまして、入れ替わります。で、これは狙ってバリをして、で、浮いたのが分かったので、来るなと。で、できるだけちょっとタイミングを合わせようと思いまして、一応狙って、ここパリですね。で、そしてカルテジャに交代して、で、これ今ね、9スタックになってるんですよ。食効果がね。結構知ってる人はご存知かなと思うんですが、これをね、自分はね、ほんともう、表面解放ぶっ放したら、すぐ変わっちゃいます。やっぱそれがね、結構自分には使いやすい感じなんで、で、カットしまして、で、これでなんとかね、時間ギリギリですけど、これで残りね、これで3つ目取れました。で、次がですね、ここですね。ここなんですけど、ここだと、ベリーナとユーノでも間に合うんですよ。なのに、上だと間に合わないんですよね。でも、チサと軌道漂白者とカルテジアだったら、1回でも2回でもね、間に合うんですよ。で、これもね、一応ベリーナとユーノで動画があるんで、これ軽く見ましょう。で、溜まったらすぐ交代して、こちらのね、回の、コツといったら、とにかくこの1段目、この2体を同時に倒したいんですよ。これが一番ね、時間の短縮になります。これで交代をして、そしてね、すぐ、溜まってすぐ交代します。ここをどうね、時間を短縮するかですね。いうのを持っていると、こういうことができるという感じですね。こっから先もこれが通用するかは別ですけど、大丈夫なんじゃないかなと思うんですけど。もちろんね、誘導以外でも、自分強化、単体でも自分を強化できるキャラであれば、大丈夫なんじゃないかなと思うんですけどね。で、これで、途中カットしましたが、これね、一応クリアできました。と、こんな感じですね。一応この3回目と4回目はもう、ご利用しみたいなもんなんで、ベリーナとね、ダーニャで、ダーニャのね、収束スキルで、サイバクがね、威力上がりますので、ベリーナのね、収束スキルでも、大丈夫だろうと。自分は真ん中は、とりあえず、全部、クリアしてから、なんかね、倒さないと、その1回2回って倒していかないと次のが解放されないので、初回は、全力で行って、で、ちょっと、ここ
詰まりそうだなって思ったら、別のチームにしようかなっていうかね、この、例えば、時差、軌道漂白者、カルテジアのパーティーにしようかな、みたいな。でもそこまでは、じゃないんだよなって思ったら、僕レイ、軌道漂白者、ユーノとかね。まあ、こんな感じで、ベリーナ、ユーノだったり、時間ギリギリを攻めるって感じですね。そうすれば、まあ、開くんですよ。2階のステージにね、僕で入れてもよかったんですけど、まあ、交代とか考えると、ベリーナだけでもいいかなっていう感じで挑戦したら、まあ、取れたって感じなんで、伝わりにくいかもしれないですが、まあ、こんな感じで逆境浸透は、挑戦しております。YouTube のね、広がりが、まあまあ、全然弱い、チャンネルなので、まあ、チャンネル登録はちょっとできないけど、まあ、ちょっとどこか、紹介してください。こんなチャンネルあるよっていうね、それだけでもね、嬉しいので、お願いいたします。それでは、また、次回、お会いいたしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。ボンバージェントガランジロックオン今こそ救済の時死の剣が鳴いています生死は決まっていますこれでどうですか風のバンブスかどうか見つめないではいだ全てを溶かす回すさあ光の刃よ最悪を立って輝くレアこの手で世界を守るターゲットロックオンおいで星を熱いシルデよリミッターオフ今こそ救済の時行きますさあこれで